雑談です。企画恋です。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、それから言っちゃいけないこと、聞いちゃいけないことなんかの話をしております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、テレビの話をしているんですが参ったね。昨日は何をしてたかと言いますと、作業を粛々と進めていたぐらいですかね。何か特別なことをしたかな。してないな。してませんねってことで早速行きましょうか。見ましたです参っちゃったね。聞かざる恋には理由があっての最終回をね、一応ずっと見てたんで一応見たんですが、もう一言で言ったらもう予定調和というかね、何一つ面白くなかったって言い方はおかしいか。本当に何の裏切りもなく予定調和でことは進んでいきましたけど、唯一ね、こう意外でもないか、向井理さんが好きだったというのがセリフがありましたけどもね、あれね、多分役柄としてねずっとモテている感じなので、こう余裕がありすぎたんでしょうね。だから俺だったらいつでもいけるよみたいな余裕が裏目に出ちゃって、こうなんていうんですかね、好きでいてくれるだろうっていう余裕で、自分から行動を起こさずにこう諦められちゃったっていうパターンですよね、向井理さんは。で、最終回でやっと実は好きだったっつって旅立っちゃうんですけど、そこだけでしたね。あとは全部もう本当に予定調和でことは進んでいっておりましたね。何一つ裏切り的なあれもなかったね。生瀬さんとのねあれもよりを戻すというか、よりは戻ってるんですよ。席を戻すんじゃなくてよりが戻ってとかね、中村アンさんと丸山くんもちゃんとというか結婚して、で横浜流星さんと川口春奈さんは5年後結婚してたみたいなオチでね、何一つ裏切りというか意外性もなく淡々と終わっていきましたね。で一つね、一つどころじゃないんですけどね、一つ気になったのは川口春奈さんが涙するシーンがあるんですけど、それはインスタで自分がバイヤーになると言ってね、貝殻の照明ですか、ライト、あれがトップモデルの人にいいねって言われて拡散されて、それがバズった。それで涙するんですよねなんだかなって感じがしません？そんなことあります？バズったギャー言って泣く？なんだろう、仕事で成功したら泣くみたいなところなのか、そうなのかなとか思いながら見てましたけども、ですね、本当に何一つ裏切られることもなく、絵を捨てちゃうっつってね、中村アンさんが2、3枚破いて、あとはもう全部くくって粗大ゴミに出すみたいなシーンで、やっぱりちょっとね惜しいっつってゴミ捨て場まで走っていくと、ちょうどそこに回収車がブワーッと出ていくみたいな、そんなタイミングよく回収車持っていきますみたいなね
のもありの。で、こう、まあ、しょうがない。自分が捨てるって思って、捨てたんだからって諦めてとうとう家に帰ってね。で、すると丸山くんが出てきてね、ちょっと来てっつって、実は捨ててなかったんだっつって絵があるみたいな。で、そこで結婚しよう。なんだそれって。ほんと終始なんだそれですよ。俺は本当に何を見せられているんだっていうね。それがまた、それを俺がちゃんと見てね、これを話すのかとかも思いながら見てる自分が面白くて、いや、非常に面白いドラマでしたね。こう、いろいろ突っ込みどころというかね、たくさんあって。で、気になってね、視聴率とかあれ、どうだったんだろうっていうのをさっきちょこっと調べてみたら、7話の時が 7. 点何ぼだったとか、まあ 10% 届いてないですね。8. 点何ぼあったとか。ただね、こう、最近の、こう、視聴率、まあ松本さんのツイートでも話題になって、コアターゲットは取っているみたいなね、ありましたけども、一昔前というか本当に2、3年前までは視聴率って世帯視聴率を基準に、測られてたんですね。その世帯視聴率っていうのは、その家で、まあ、だいたい4人計算ですよ。お父さん、お母さん、で、子供、おじいちゃん、ね、の、世帯視聴率、家で見られている世帯視聴率をもとに、こう、発表されてたんですけども、ここ最近は個人視聴率といって、まあ、コア視聴率ですね。だから、個人の視聴率、だから、お父さんが何を見てるか、お母さんが何を見てるか、おじいちゃん、おばあちゃんは何を見てるか、子供は何を見てるか、それが、元というか、を基準にしてるということが、最近は多くて、で、もう一つなんか調べてみると、それだけじゃない、こう、例えばツイッターでね、ドラマの感想をつぶやいてるとか、予想、こうなるんじゃないかとかね、つぶやいてる、そういった反応も加味しつつ、みたいなところがあって、単純にこの、視聴率だけで測られるものじゃなくて、例えばこの着飾る恋とかは、まあ、いわゆる視聴率が悪くてもこうやって僕みたいにね、こう面白がって喋ってる人が いたりとか、そういうところでやっぱり支持されているっていう部分も、まあ評価基準になっているみたいなことが、まあ、最近はよく語られているんですよ。で、まあとはいえね、王道のドラマ、例えばドラゴン桜であるとか、あと医療系、刑事系っていうのは、まあ、わかりやすいフォーマットのドラマ、学園もの、それから刑事もの、医療もの、これはね、本当に王道パターンといって、それさえしておけば、みたいなね、あんまり外さない、ね、図式がわかりやすいみたいな、まあ、わかりやすい方が、こう、受けやすいというか、なんですけども、着飾る声なんかね、こう、わかりにくいでしょ。インフルエンサーつっておじいちゃんおばあちゃんがわかりますかっていう話ですよね。ただ、若い子にとってみたらね、こう、憧れの職業であったり、もう、職業になるんだね。っていうところがあって、まあ、一般的には一般的っていうのね、それもこのさ、ドラマの中でも出てくる、みんなって誰だよっていう話ですよね、本当に。一般人って誰だよっていう話。本当に。で、みんながこう言ってるからっていうみんなは誰なんだっていうね、そんなやついないだろっていうことですよ、みたいなことが、このドラマの中でも語られていてね、そういうところはやっぱりね、いや、面白かった。結果、面白かった。こんだけ僕がね、こう、なんだこのくだらねえドラマって言える、この面白さ。ね。それぐらい面白いドラマでしたね。で、最初はね、本当に、いや、川口春奈さん可愛いなとか思って見てたんですけども、回を増すごとにね、あんまりこう、可愛さよりも、なんていうんですかね、こう、なんだろうな、そこじゃ、可愛いとか、そういう美醜でないところの面白さがね、やっぱ見えましたね。なんて言ったらいいんだろうな。よくここで泣けるよな、みたいな、こういう話のね、ドラマの台本で、よくね、インスタのフォロワーの、CG でさ、ブワーって増えたり減ったりしてるところで、泣くんすよね。それね、本でよく泣けるなっていう、それやっぱり、
女優さんだなと思って見てました。いや、非常に面白かった。結果、面白かったですね。いや、本当に参っちゃった。本当に予定は調和すぎてっていうのは思いましたけども、まあ、こんだけね、こう、言いたい放題言えるドラマもなかなかね、単純に面白かった、感動したんじゃないね、ところで面白い、そういった面白みが詰まった。あと一つ気になるのは、パラビでやってる着飾らない恋の方も気になる。あっちの方がね、面白いそうだな。山下美月さんが主役でやってる方ね。あっちの方がちょっと気になるから、ちょっとパラビ入りてえなとか思いながら見ておりましたと。コント、キッチンカー。ちょうど時間となりましたキッチンカーいいっすよね。僕も昔というかね、300万ぐらいでキッチンカー作れるんですよ。で、そこそこのね。で、それで、こう、あっちこっち回って、それこそ本当横浜流星君最後のね、全国回るみたいな言ってた、あんなことしてえなと思ったんですけど、あれね、保健所の許可を取るのが結構めんどくさいですよ。あっちこっちで取るのっていうのは。なので、あれなかなか大変ですよ。じゃあ明日行ってすぐやろうとか、そういうわけにはいかないんでね、保健所の許可取って、いつからいつまでここの場所でやりますっていう許可がいるんで結構あれ全国回ろうと思ったらめちゃくちゃ大変だと思うんですけども、まあそんなことを気にしながら見ておりましたけど、まあ面白かったですねといったところで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。